こんにちは、トラベルライターのゆりえです。インスタの方で何回かリクエストをいただいていた最近買ったお気に入りのものを載せてくださいっていうリクエストをいただいたので、せっかくなので一本動画を撮ってみようかなというふうに思っています。最近のお買い物事情をちょっとシェアできたらなというふうに思っています。今回は、エルメス、シャネル、ハイブランドものだったりとか、あとはコスメだったり、あと美容系のアイテムだったりとか、あとお洋服3ジャンルでご紹介できたらなというふうに思っています。一番大物はちょっと最後にご紹介するので、最初じゃあ最近買ってよかったもの、ヘビロテしてるアイテムをまずはご紹介していきたいと思います。1個目はね、私これでも最近って言っても年始なんですけど、パスポートケースをずっと探していたシャネルのものを見つけてパリで買いました。パリの Vlog まだ全然作れてないので、今年近いうちに出したいなというふうに思ってるんですけれど、中にカード入れるホルダーが入ってて手帳タイプになってます。アメリカのビザがついたパスポートが古いパスポートなので2冊持ちなんですね。なのでこっちに1個入れてこっちにもう1個入れるみたいな感じで使ってます。次ちょっと旅関連でいくと、タンブラーをいつも機内の持ち込み荷物に絶対持ってくんですけど、っていうのが空港で水を買うとめちゃくちゃ高いから、サンフランシスコの空港とかだと普通にちゃんと美味しい水が出るウォーターサーバーがあって、そこでお水入れれるのでいつもこういうのに入れてくんですけど、私が今まで使ってたやつってストローついてるのが好きで、ストロー付きを使ってたんですけど、倒れちゃうとこぼれちゃうんですね。飲む時はこうやって立てて使うんですけど、飲み終わったらここでこうカチッと止めれるんですね。でそうするとこれ倒してもひっくり返しても水が漏れてこないっていうのがすごい優秀だなと思って、私何回もカバンの中で水こぼしてるので、もういい加減ちょっと学んだ方がいいということで、新しいフライト用のタンブラーを買いました。で珍しくなんかこんな淡い可愛いピンクを選んでみました。最近ねこれハマってるのがヘイリー・ビーバーのプロデュースするロードのペプチドリップシェード、もう今つけてるんですけど、こうちょっとねこうオーバーめに唇の形を取りたい時とかにこれすごい使えて、私これね何色か持ってて気に入って使ってるのがベンド、あとリーンっていう色もすごい使いやすかったので、その日につけるリップの色に合わせて選んで使ってます。ぼかすためのシリコンのこういうパーツがついてて、境目をねいい感じにこれでぼかして、その上から私はいつもシャネルのルージュアリュールラックの63番リップティントみたいなやつですね。これを塗った後に最後ラメールリップボリューマイザーっていうそうです。ギフトでいただいてて気に入ってたんですけど、いつも薄いピンクのやつを使ってたんですね。だからほぼ透明なんですけど、この間お店に行ったらそれがなくて、これ色だけ見ると結構紫みたいに見えるじゃないですか。ちょっと濃いなと思って、私にはちょっとみたいなことを言ったら、いやこれつけてみると全然違うからっていう風に言われて、本当にその通りでした。この3つを最近よく使ってます。これを最近買い足しました。マグセーフになってるんですね。こう外せるの。今までのやつってこれ一体型だったんですよ。でそうすると機種変した時にまた買い替えなきゃいけないっていうのが嫌だなと思ってたので、あとね色他にブラックとあとピンクもあったので日によって気分によって使い分けてます。ちなみにこのカバーなしでつける方が可愛いんだけど、スマホをめちゃくちゃ落とすので、モフトのねシンプルな iPhone ケースをつけて、ちょっと色似てるので質感は若干違うのでよく見ると差はあるんですけど、色が近いので私はこの組み合わせで最近使ってます。美容系のアイテムなんですけれど、はい、こちらです。誰もが一度は見たことがあるのではないかと思うんですが、ついにデビューしてしまいました。私もカレントボディの LED マルチライトマスクなんですけれど、なぜ LED かというと、韓国でレーザーを強く当てられちゃって顔がねもうなんかパンパンになっちゃったことがあって、別のクリニックでカウンセラーさんの人に LED のライトにちょっと今日ついでに入っていった方がいいよっていう風に言われて、あるじゃないですかこういうドーム型のやつに入れてもらって、その後かなり落ち着いたんですね。私はすごいせっかちな人間なので、即効性があるとか、あと痛いけどすごい効くとか、そういうのが好
好きなんですね。美容医療やる時にいつもスキップしちゃってた施術だったので、結構それが目から鱗で、そこから興味を持ち始めからのキム・カーダシアンがめっちゃ使ってるでたまたまオファーをいただいたという3つの流れがあって、今回試してみました。これ使い方がめっちゃヘビロテしてるからさ、ちょっと汚れてるんだけど、これ LED がこんな感じで埋め込まれてて、こっちに別でリモコンがついてます。オンにすると光る。充電の残りと、あと1回10分なのでタイマーがついてます。でこれが最初のこの赤のやつがアンチエイジングって書いてありますね。でクリアリング、肌に透明感を与えると、これがリストアリングモード、ブライトニング、コンプリート。メイクをしてるので簡単にデモンストレーションすると、この状態で目の位置と口の位置を合わせて後ろで止めれるんですけど、赤のモードを特によく使っています。3週間しっかり継続して試した状態のビフォーアフターを載せておくので、そっちを参考にしてみてください。この小鼻の赤みが気になってて、もちろん今でも残ってはいるんですけど、減ったなという感じがしました。赤みにだけ効くのではなくて、自分の悩みに合わせて使っていけるというのがすごいいい点だなというふうに思っています。案件を受ける時にいつも聞くんですけど、メリットだけじゃなくてデメリットも言っていいですかっていうのを毎回聞くんですね。大体ダメですって言われることが多いんですけど、今回はね、全然デメリットも言っていただいて大丈夫ですというふうに言われたので、メリットとデメリットをどっちもご紹介したいと思います。で私的なメリットだなと思ったのが、まずこれ摩擦だったりとか刺激、痛みがないっていうのが1つ目。痛いと結局続けられないっていうのも1つありますよね。それはすごいいい点だなというふうに1つ目思っています。2つ目がつけながら別のことをできる。ながら美容ができるのはすごいいいなというふうに思っていて、やっぱ両手が空くので、これをつけて、メールチェックしてちょっとだけ業務を済ませてから朝ごはん食べるとかね、そんな感じにしています。両手が空いた状態で他のことをしながら使えるっていうのは続けやすいですよね。継続しやすい設計になってるのはすごいいいなというふうに思っています。ある程度お値段のする美顔器だったり美容器具を買う時っていうのはすごい大事なポイントだと思うんですけど、カスタマーサービスがすごいしっかりしてるんですね。メーカー保証が2年間ついてくるのはかなり大きいなというふうに思ってます。じゃあ逆にデメリットは何かっていう話なんですけど、これすごい正直に言います。1つ目は即効性がないっていうのはまず1つ目、それがデメリットでもありメリットでもあるのかもしれないんですけど、スキンケアもそうだけど、やっぱり劇的な変化がなかったとしても続けてることで、例えば10年後とかに差がつくことって絶対あると思うので、将来を見据えて貯金していくじゃないけど、投資の一環として私は続けています。これは2つ目は単純なんですけど、値段が高いこと。もちろんね、美顔器ってピンからキリまであるので、カレントボディのこのLED マスクはちょっとお値段は確かに高めなんですね。なぜかというと、これには理由があって、全部ね店頭のテストをしてから出荷をしてるギャランティーカードみたいなのがついてくるんですね。でそれをかざすと全部のモードのチェックをしていて、問題がなく作動してましたよっていうのが iPhone でかざすと出てくるんですけど、そういうのもしっかりついているので、高いのは確かにデメリットではあるけど、少しずつ積み重ねていくための美容なのであれば、ちゃんとしたものを続けて使った方が長いスパンで見た時の効果に影響するんじゃないかなというふうに思っています。3つ目はね、あんまり関係ない人も多いかもしれないんですけど、これ充電式なんですね。タイプ C の穴があって、ここから充電するんですけど、つまりこれはリチウム電池が入ってるので、だからこれは確実に機内持ち込みじゃないといけないっていうのがちょっと私にとってはデメリットではあります。こんな感じでいつもくるっとまとめて、この付属のポーチに私は入れて、機内持ち込みで旅行の時とか出張の時は持っていくようにしています。家で使う分にはあんまり気にならないかなとは思います。旅行で使おうと思って持っていく方は気をつけてください。機内に必ず持ち込んでください。そんな感じかな。ちょうどね、今ゴールデンウィークセールをやっているので、ゴールデンウィークセールが、2026年の4月の25から5月の11日までになっています。でこのセールが終わった後は通常通りこのクーポンコードを入れると 10% オフで購入できるそうなので、ぜひ試してみてください。お洋服は夏に向けてアリッツィアのショーパンを
色違いを変えました。去年買ったやつが白だったんですけど、それね載せてたら結構インスタでもこれどこのですかっていう風に聞いていただく機会が多くて、今年はベージュと今日ちょっと持ってないんですけど黒も買い足しました。フォートレスのシリーズのショートパンツタイプですね。でサイズが、私いつもだいたい XS か S どっちかなので、でも今回ねちょっと長さが欲しかったので4にしました。あとインすることを考えて、でショーツの場合はこの丈をあんまり気にしなくていいので、ちょっとサイズ上げても平気かなというふうに思ってます。ちなみに今履いてるのはこのエフォートレスのシリーズのパンツなんですけど、短いバージョンっていうのがあって、ショート丈、多分だけど日本人の人はそれでも平気なんじゃないかなと。毎回絶対ヒールを履くみたいな人じゃない限りは多分それでいけるかなというふうに思ってます。アリッツィアは日本に発送してるのかな、ちょっとそれ調べてみるんですけど、日本に発送してるんだったらオンラインで買えると思うし、もし発送してないんだったら、アメリカは割とどこの都市にもあるので、もともとはカナダのブランドなんですけど、昔買った時って私なんかすごい生地がペラペラであんまり好きじゃなかったんですね、正直。去年そのショーパンを買ってすごい生地が良くなってたような印象があって、他のアイテムもなんかね前よりもチープ感がないというか、ちょっと高級感が出たような気がして、最近すごい気に入ってるブランドです。トップスでこれね、前のニューヨークの Vlog で多分出てきたブランドなんだけど、バックメイソンって読むのかな、未だにちょっと分かんない。バックメイソンタンクトップなんですけど、ちょっとここの紐の部分が華奢ですよね。これはね2色買ってます。白とベージュを買いました。これ S サイズですね。このブランドは本当に形も綺麗で結構ベーシックなアイテムが多くて、ニューヨークのVlog 見てほしいんですけど、そのねお店とかめちゃくちゃ可愛いんです。よかったら見てみてください。アロで買ったものなんですけど、これはちょっとどっちかというとスポーツ系かな。黒のパンツでちょっとなんて言うんだろうな、シャカシャカした素材っていうのかな。友達におすすめしてもらって買ったんですけど、すごい良くて動きやすいし、フライトの時とかすごいいいなと思って気に入って使ってます。ただこれは長さがレギュラーのやつを買って5センチ切ったっていう感じですね。それでギリギリすらない感じ。フライトの時は大体トイレとか行くじゃないですか。絶望的に汚いことがたまにあるので、なるべくすりたくないっていう気持ちがあって切りました。スウェット並みにすごい楽なんですけど、ベルトの通すとこがあったりとかして少しねきちんと感が出るので、スウェットでちょっと乗りたくないなみたいな時とかすごいいいと思います。この間韓国で買ったサンダルです。ちょっとこう華奢な感じのレザーのサンダルなんですけど、オルっていうブランドのインスタをずっと見てて、この間たまたま近くを通ったので行けました。アクジョンの店舗に行きました。私はでこれちょうど入荷したばっかりで自分のサイズがあったので即決。かなり柔らかくてクッション性もあるので歩きやすいし、ヒールもねなんて言うんだろう、そんなに高すぎなくて私は結構気に入ってます。なんかもらい物なんですけどエディションホテルのこのトートバッグをもらったんですね。多分これ売り物なのかな、ちょっとそれ調べとくんですけど、これが例えば旅行中とかでどうしても地下鉄に乗らないといけないとか、要はこういうブランド系のバッグを隠したい時ってあるじゃないですか。なんかそういう時に布のバッグがあるとすごい便利なんですけど、私がいつも使ってるやつって縦長なのでバーキン25でちょうどいいのないかなってずっと思ってたんですけど、まさかのこれがぴったりでした。めっちゃぴったり、とてもありがたいギフトでした。こんな感じですね。バーキンの30は無印の折りたためるなんだっけな、撥水バッグみたいなやつあるじゃないですか。あれを使ってます。で最後大物、インスタにすら上げてなかったんですけど、実はバーキン30のゴールドが手に入りました。日本で買ったんですけど、私がずっと旅行用のバッグでやっぱりバーキンがいいなみたいな話をしてて、25だとちょっと PC が入らないのがストレスみたいな話をしてたのを覚えててくださって、バーキン30のゴールドのシルバーかな、私が大好きなゴールドシルバーのこの組み合わせを出してくださって、私 MacBook Pro なんだけど、これとさっきのねパスポートケースだったりとかスマホとか入れたらもう結構パンパンなんですけど、私基本的にスーツケースにこうボンって乗っけて登場しているので、バーキンにラップトップを入れるのはどうなのかという意見もあるかもしれないんですが、1個でいいからなんて言うんだろうな、気兼ねせずに使えるバーキンが一つもう一生ものとして欲しくて、やっぱりそれは30がいいなというふうに思ってたので嬉しい出会いでした。
で私は、今持ってるバーキンがさっきちょろっと出てきたノアールと、あとエトゥープが25ですね。で30が持ってるのがベトンっていう白っぽい色だったので、ちょっとこうガシガシ使うには汚れが気になったりとかするので、このバーキン30は今後も旅の相棒として使っていきたいなというふうに思っています。全然私バッグを買うつもりなく、いつも行ってるお店にご挨拶程度で帰ってきましたみたいな感じで遊びに行ったら、まさかの展開で、しかもドンピシャの欲しかったスペックだったので、前買ったミニケリーと並べると親子みたいで、なんかサイズ感的にね親子バッグみたいで使えるよねみたいな話をしていて、そんな感じで今後旅バッグの定番としてこの子はガシガシ使っていきたいと思います。最後なんですけど、一粒のダイヤのピアスどこのですかっていう風に聞かれるんですけど、これアイディールっていうベルギーのブランド、すごい気に入っていて、ずっとつけっぱなしだから結構聞かれるんですね。こっちのイヤーカフも同じブランドなので、一粒ダイヤのピアスだけでも購入可能です。ラボグローンかなの一粒ピアスなので、手が出しやすいお値段かなという風に思います。ということで、最近の購入品動画、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。それではバイバーイ。